今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日ご紹介するのはこちらです。Amazfit のバランスと呼ばれるハイエンドスマートウォッチになります。Amazfit は ZEP ヘルスコーポレーションっていうですね、ウェアラブルデバイスを開発販売している中国のメーカーのスマートウォッチなんですけれども、このねバランスはその中でもハイエンドのスマートウォッチになります。で、少し前に発売された GTR4 っていうですね、これも同じくハイエンドのスマートウォッチがあるんですけれども、これをですねベースにライフスタイルを整えることをコンセプトにした、新しいシリーズのスマートウォッチになります。この動画ではこの Amazfit バランスの外観だったり、実際にね1ヶ月ぐらい使ってみた感想だったり、特徴なんかをね解説していきたいなと思いますので、このスマートウォッチ気になっている方はですね、ぜひ参考にしてもらえると嬉しいです。このチャンネルではガジェット好きの40代サラリーマンの僕が気になったねアイテムだったりとかビジネスに役立つガジェットなんかのね情報を定期的に発信しているチャンネルになりますので、チャンネル登録まだの方は登録の方よろしくお願いいたします。それではですね、実際にスマートウォッチ見ていきたいと思います。はい、実際のねスマートウォッチがこんな感じになってます。でね、色が2色ありまして、サンセットグレーっていうね、ちょっとねシルバーがかった色のものと、ミッドナイトっていうねちょっと黒っぽい2種類のカラーバリエーションになってます。で、こちらがミッドナイトなんですけれども、これね色によってバンドの種類が違います。で、こちらミッドナイトの方はこういったねリキッドシリコンのバンドがついてるんですけれども、もう一つのねサンセットグレーの方はバンドがナイロン製の軽いものになっています。なのでよくねランニングされる方なんかはねナイロンの方もありなんじゃないかなと思います。で、こっちの黒い方はね非常にシックな外観なのでスーツにもね合うと思いますし、ビジネスマン向けのね色になってるんじゃないかなというふうに思います。じゃあですね、実際に外観を見ていきたいと思います。で、外観はねこんな感じで、画面比率が 73.4% ということで、かなりですね広い画面になっています。本体の素材はアルミニウム合金と繊維強化ポリマー製ということで、すごくね軽くできてます。なんですけど、外観もね非常に高級感もあっていいんじゃないかなと思います。ボタンは2つ搭載されてまして、下側がね普通のボタンで、上はこちらのリューズとね一体式のボタンになってます。でね、こんな感じで回すことで操作もできるようになってます。はい、タッチもね非常に反応いいですね。ガラスはですね強化ガラスになってまして、指紋をねつきにくくするような、コーティングがなされているという風になっています。ディスプレイは有機 EL 製になっています。アモレットですね。で、サイズは 1.5 インチで、解像度は 480×480 ピクセルということで 323ppi ということでね、非常に高精細なね画面になっています。で、明るさが最大で1500ニトということで、昼間でもですねかなり視認性高く、確認をすることができます。ちなみに GTR4 の方は明るさが1000ニトということで500ニットほど明るくなってますので、よりね視認性がアップしているというような形になっています。はい、でバンドなんですけれども、こちら黒い方ミッドナイトの方はリキッドシリコン製になっています。触った感じとしてはですね非常に軽くて柔らかくて、でね非常にサラサラした手触りになっています。結構ね弾力があるんですよね。あんまりね高級感があるかって言われるとそんなにないので、これね 22mm 幅なのでワンタッチで外せるようになってますので、はい、バンドはね自由に交換して使うことができます。はい、で続いてねスペック見ていきたいと思うんですけれども、はい、無線に関してはね無線 LAN2.4GHz に対応しています。で Bluetooth は 5.0 で GPS は6種類のね衛星の測位に対応しています。でセンサーはですねいろんなセンサー搭載してます。加速度センサーだったりジャイロセンサー、地磁気センサー、気圧センサー、環境光センサーで、このね Amazfit バランスは温度センサーも内蔵していますので、接触している部分の温度も測ることができるようになっています。で防水性能は 5ATM ということでね、もう完全防水なのでプールでね使うこともできます。でバッテリー容量は 475mAh ということで、実際のねバッテリーの持ち時間はカタログスペックで14日という風になってますので、実際使っててもねかなり持ちはいいです。実際ね1週間ぐらい全く充電しなくても普通にね持ってるので、かなりねバッテリー持ちはいいです。でその他の機能としては、マイクとかスピーカーは当然内蔵してます。ここですね。ここにですね、スピーカー搭載してます。で、OS は ZEPOS3.0。GTR4 の時は 2.0 だったんですけども、新しいね、バージョンの OS が搭載されています。これはね、Amazfit の
独自の OS ということになります。連携できるスマートフォンなんですけれども、Android 7.0 以上の Android か iOS 14.0 以上の iPhone、こちらとペアリングをして使うということができます。それぞれね、ZEP アプリっていうですね、アプリがあるので、これと連携をして使うということになります。重さなんですけれども、大きさはですね、こんな感じです。僕ね、結構腕はね、細い方なんですけれども、画面のサイズは 1.5 インチということで、結構ね、大きいんですけども、こんな感じでね、そんなにね、目立たないんですよね。で、目立たない理由としては、このね、バンドの角度ですね、かなりね、下の方にグイッと曲がってるようなデザインになってます。なので、腕が細い方でも不自然に見えにくいような形になっています。で、ちなみにこれが Apple Watch Ultra なんですけれども、かなりね、ビュッと横に伸びちゃうので、腕が細い僕なんかがつけると、こんな感じでベルトがね、ビュッて伸びちゃうんですけれども、こちらのバランスの方はね、非常に目立ちにくくなっているというようなところも一つ、バンドの形状がね、すごくいいんじゃないかなというふうに思います。で、裏面はね、こんな感じになってまして、センサー部がね、ここにあります。はい。で、充電なんですけれども、付属のね、充電器があります。でこれにね、こうカチャッとつけて充電するという形になります。ピチッと。これね、マグネットで固定されるようになってますんで、こんな感じでね、はい。非常に簡単に充電することができます。内容物なんですけれども、この Amazfit バランス本体と、あとマニュアルですね。日本語もあります。ユーザーガイド。で、この充電器が付属しています。USB は Type-A になっています。はいでマグネットでくっつくようになっていまして、こんな感じで本体を乗っけて充電するというような形になっています。はい、じゃあですね、実際のね、画面見ていきたいと思うんですけれども、これが待ち受け画面ですね。で、待ち受け画面はかなりね、種類がたくさんあります。で、これ、長押しするとこんな感じで、インストールされている、ウォッチフェイスが、ね、出てくるんですけれども、これタップして変えるとこんな感じですね。でね、これコンパス内蔵の待ち受け画面なんですけども、こんなね、感じの画面もあります。はい、面白いですよね。で、こんな感じでね、たくさんいっぺんに機能が表示できるウォッチフェイスもあります。はい、たくさんのね、コンプリケーションに対応したものもあります。でね、初期からこんな感じのね、ちょっとかっこいい感じのウォッチフェイスだったり、アナログのウォッチフェイスだったり、いろいろね、入っていますので、この中から選ぶこともできますし、後ほどご紹介するアプリから、ウォッチフェイスをね、インストールして使うということもできます。はい。これもね、追加したやつなんですけども、ちょっとね、パイロットウォッチっぽいアナログのウォッチフェイスだったりとかもあります。これね、非常にね、これかっこいいんですよね。見てないときはね、こんな感じの蛍光塗料が光るような演出のウォッチフェイスもあります。これもね、後でインストールしたウォッチフェイスなんですけども、これね、非常にシンプルで使いやすいです。でね、この辺タップすると、こんな感じで天気予報表示したりとか、で、この辺、歩数計のところをタップしたりすると、こんな感じでね、その機能の詳細をドリルダウンできるような機能だったりも入ってます。で、バッテリーのところをタップすると、こんな感じでね、表示ができたりっていうのもあります。はい、便利ですよね。で、ウォッチフェイスはですね、かなり種類があるみたいです。200種類ぐらいあるみたいなので、好きなね、ウォッチフェイスをダウンロードしてインストールして使うということができます。はい、それではですね、ちょっと操作感見ていきたいと思います。ここのリューズのボタンを押し込みます。そうすると、アプリのね、一覧画面が出てきます。で、これね、タップしてこういう感じで、動かすことができます。以前のね、Apple Watch のアプリのインターフェースと非常に似てますよね。この中から、好きなね、機能を選んで、こんな感じでね、起動するということができます。これね、アイコンがよくわからないっていう時は、これのリューズを回すとこんな感じでね、拡大することができます。はい。これもね、非常に Apple Watch っぽい動きですよね。はい。非常にサクサク動きます。はい。で、続いて下のボタンですね。ここを押すと、アクティビティの画面になります。で、ここからランニングという形で選んで、ここからね、すぐにアクティビティを開始するということができます。続いてですね、この待ち受け画面の状態から右にスワイプするとね、こんな感じのサブのメニューが出てきます。ここはね、いろんなショートカットを置く機能があります。Alexa だったり、音楽だったり、おすすめだったりですね。で、天気。
それからレディネスっていう機能ですね。あと睡眠とか。で、この辺もね、何を配置するかっていうのは、このカスタマイズのボタンからショートカットのね、ラインナップをカスタマイズすることができるようになっています。で、戻るときは、右にスワイプすると戻ります。こんな感じですね。続いて右から左にスワイプしてみます。そうすると、こんな感じでね、レディネスっていう機能が表示されたりとか、アクティビティのね、今の状況だったりとか、心拍数、それから天気、アクティビティといったような感じで、ショートカットですね。はい、こんな感じでね、回転します。さらにですね、これ、掘り下げたいときは、こう真ん中タップすると、こんな感じでね、レディネスの詳細が出てきます。下から上にスワイプしていくと、どんどんドリルダウンして、いろんなメニューを見ることができるようになっています。戻るときは左から右ですね。このアクティビティも同じです。タップすると、こんな感じでドリルダウンして見ることができます。で、心拍数。こんな感じですね。詳細を見るということができるようになっています。かなりね、いろんなデータが取れるんですよね。で、天気も同じですね。いろんな注意報だったりとか、UV だったりとか、洗車に向いてるかどうかとかね、こんな情報も教えてくれます。週間天気も見ることができます。かなりね、いろんな情報を持ってこれますよね。はい。でね、このスマートウォッチ、アレクサ連携もできます。ちょっとやってみますね。明日の東京の天気は？明日の西新宿の天気予報です。晴れで、予想最高気温は摂氏15度、予想最低気温は5度です。はい。こんな感じでね、ちょっとね、本体マイクに近づけてたんですけども、ディスプレイにはこんな画面が表示されて、声でもね、アナウンスしてくれます。はい。週間天気もね、出てきます。で、あとですね、画面のね、上から下にスワイプすると、クイックメニューを開くことができます。いろんなね、機能に、ダイレクトでアクセスすることができるようになってます。ここでね、バッテリーの状態を確認したり、ナイトモードにしたり、お休みモードにしたりですね、シアターモードにしたり、カレンダーを見たり、いろんな機能に直接ダイレクトにアクセスできるようになってますね。ここでね、ボリューム設定したりもできます。ここでね、設定にダイレクトにアクセスするということもできます。はい。Wi-Fi、Bluetooth、ディスプレイ。こんな感じで細かい設定がたくさんできるようになっています。Bluetooth のオンオフだったり、Wi-Fi のオンオフだったり、画面のね、ロックだったり、いろんなね、ことができるようになっています。はい。続いて今度は下から上にね、スワイプすると通知を見るというようなことができます。LINE のね、返信もできてしまいます。これでね、タップして、はい、ご飯ですの時に、返信で、こんな感じで、今手が離せませんとか、会議中ですとか、これね、デフォルトで入ってるんですけれども、はい、ありがとうございます。OK とかですね。はい、これでね、送信してしまうということもできるようになってます。これね、非常に便利ですよね。アクティビティはね、下のボタンを押すとこんな感じで出てくるんですけれども、例えばランニング。タップすると、こんな感じで GPS のね、補足を開始します。この状態からもね、スタートできるんですけれども、屋外でね、待ってると赤い部分がね、緑になります。補足完了したよっていう状態ですね。それからスタートするとより精度が高くなるんじゃないかなというふうに思います。実際にランニングで使用した様子をご覧ください。夕暮れ時なんですが、ディスプレイの視認性はすごくいいですね。You have run 5 kilometers. Pace for the last 1 kilometer 6 minutes and 52 seconds. 5キロでだいたい100メートルの誤差ですね。アプローチウルトラと比較すると。なかなかの精度なんじゃないかなと思います。で、心拍もね、150で、ほぼほぼ一緒なんでね、結構精度いいんじゃないかなと思います。はい。でね、いろんな設定ができるようになってまして、運動アシスタント見ていきましょうか。運動の目標、運動の効果別、有酸素運動したいとかですね、無酸素運動したいみたいなところの設定ができたりだったりとか、距離のね、目標、例えば今日は5キロ走ろうかなとか、30分走ろうかなとか、こういったね、ランニングの目標みたいなものも設定することができるようになってます。距離か時間でね、ランニングする人結構多いんじゃないかなと思うんですけども、僕はね、この5キロの目標を設定して使っています。
はい。で、運動アラート。設定したね、心拍数を超えるとアラート出したりとか、心拍のゾーンをね、超過するとアラートを出したりとかっていうことをできるので、LSD みたいなね、トレーニングをしたいという方にも結構使えるんじゃないかなと思います。で、1キロごとのアラートだったりとか、最速ペース、最遅ペース、とかね、こんないろんなね、アラートを出すということができるようになってますんで、自分好みのね、アラートを出せるような設定ができるようになってます。で、自動ラップ機能。1キロごと。自動一時停止。仮想ペーサーっていうのもできるようになってますね。ペース6分を維持するような形でサポートしてくれたりっていうような機能もあります。かなりね、充実してますよね。で、トレーニング。インターバルトレーニングまでできるようになってますね。で、トレーニング2分で休憩2分で繰り返しを何セットやるかみたいなのも設定ができるようになってますんで、ガチでやってた時は結構やってたんですけども、この辺はね、かなり使える機能なんじゃないかなと思います。スタートしたい時は、ここ、真ん中をね、タップすると、スタートします。即位中の時はね、こんな感じの注意書きが出てくるんですけれども、待ってると、これで始まりました。タイム、それから距離、心拍数、ペースっていう形で表示が出るようになってます。で、アクティビティの途中はですね、これ右にスワイプさせると、これね、音楽のプレイヤーなんですけれども、このね、ウォッチ内部に MP3 のデータなんかを入れて、再生するということもできます。当然、Bluetooth も内蔵してますので、ワイヤレスイヤホンとペアリングして、聞きながらランニングするといったようなこともできます。はい。でね、この音楽はね、正直使いにくい部分もあるんですよね。音楽データをそのまま中に入れないといけないので、でね、最近はやっぱり Apple Watch とかだと Apple Music とかとね、連携して、キャッシュをね、この中に入れたりすることができるんですけれども、Amazon Fit Balance にはそのようなね、機能がないので、もう本当に生データをね、中に入れないといけないというところは少しちょっと面倒な部分ですね。でね、これ自動ストップの機能なので、こんな感じで止まってしまいます。ランニングをね、する人だと、スタートストップって物理ボタンでしたいっていう方が多いと思うんですけれども、この Amazon Fit Balance はね、それができます。こんな感じでボタンを押すと、これで一時停止になりますので、ここでね、終了ってやってあげると、これで保存されます。終わったらね、音声でのアナウンスもしてくれるというような機能も搭載しています。はい。でね、アクティビティの種類なんですけれども、ランニングだけじゃなくて、ウォーキングだったりとか、筋力トレーニング、ランニングマシン、で、バイクですね。で、水泳もできます。トラックでのランニングだったりとか、クライミング、ヨガ、縄跳びとかですね。かなりいろんな種類のアクティビティに対応しています。はい、そんな感じですね。はい。それではですね、続いてスマートフォンのアプリを見ていきたいというふうに思います。アプリなんですけれども、Android、iOS 両方対応しています。この ZEP アプリっていうアプリですね。インストールして開くと、こんな感じの画面が出てきます。ホーム画面ですね。で、レディネスっていうですね、心と体のステータスを数値化したっていうのがまず最初にありますね。これね、数値が高い方が健康状態がいいっていう風な形になってるんですけども、僕は今の状態が68ということで、普通よりちょっと下ぐらいな状態ってことですかね。で、体は大丈夫みたいです。で、メンタルがなんか集中しているっていう風になってますね。で、こういう数値っていうのは、いろんなね、バイタルの情報から独自のね、アルゴリズムで導き出しているんだと思うんですけれども、心拍数だったりとか、心拍の変動だったりとか、表面温度だったり、呼吸の質みたいなものを総合的に判断して、数値化するというような仕組みになってます。レディネスのね、スコア、これがどのように推移したのかっていうのを、週だったり月だったり年で表示をするということができるようになってます。だいたい平均80ぐらいみたいです。数の推移も見れますし、睡眠の時間だったりスコアみたいなものも見ることができます。なのでこんな感じのね、睡眠トラッカーとしても使うということができます。これもね、日だったり週だったり月で見ることができます。僕はだいたい睡眠平均スコアが75ということで、寝る時間遅いな。起床時間も遅い。はい。睡眠時の呼吸の質とかもね、見ることができます。いろんなデータが見れますので、これ見るだけでも結構楽しめるんじゃないかなと思います。はい。で、心拍数も見ることができます。で、運動の記録ですね。これちょっと見てみましょう。はい。こんな感じでね、走った軌跡であったりとか、距離、それからタイムみたいなところの数字的なね、データが表示をして、過去のね、ランニングのアクティビティを確認するということもできます。
下に行くとこんな感じでね、ペースの推移だったり、心拍の推移だったりも細かくね、ログに残すということができます。あと、コードだったりとか、ケイデンス、ストライド、トレーニング効果みたいなね、この辺のデータも、細かくね、記録して管理をするということができるようになります。GPS の、ね、軌跡なんですけれども、かなり精度高く取れてるんじゃないかなと思います。で、僕ね、近所のね、公園をよく走ったりしてるんですけれども、こんな感じでいい感じにロゴに取ってくれてるので、かなりね、精度高いんじゃないかなというふうに思います。でね、下にメニューボタンがありまして、ホーム、それから睡眠ですね。これ先ほど見た睡眠の画面になります。で、あと、運動ですね。ここもアクティビティのね、確認画面に一気に飛びたいときは、こちらの下を押して見ていくという形ですね。で、ZEP コーチっていうのがあるんですけれども、これは独自のアルゴリズムでですね、運動する日をあらかじめ決めて、ZEP コーチっていう仮想のね、コーチが今日は休みの日ですよと、今日は走る日ですよとかですね、そういったところのアラートを出してくれたりする機能になっています。で、ワークアウトの状態です。VO2 最大値だとか、トレーニング負荷みたいなものも数値化して確認することができます。はい、このね、スマホ単体でも、ランニング、アクティビティを取ったりするということもできるようになってますね。個人の記録とかも見ることができます。はい、アチーブメント予測は、10キロだったり、ハーフマラソンだったり、フルマラソンのね、予想ゴールタイムみたいなものも、予測してくれたりする機能があります。プロフィールのとこですね。ここでね、いろんなデバイスに関する設定変更だったりということができるようになってます。これもね、前回はね、10日前に充電したっていう状態なんですけども、それでもまだ 41% 残ってますので、かなりね、電池持ちはいいなというような印象です。ここでね、いろんな設定ができるんですけれども、例えば App Store、ここでね、ZEPOS の独自のアプリストアが開きまして、でここからね、いろんなアプリケーションを追加機能としてインストールすることで拡張をしていくというようなこともできるようになってます。独自のね、アプリストアなので、そんなにね、数がないっていうのは、まだまだこれからっていうところではあるんですけれども、こんな感じでね、アプリを追加して機能を足すということもできるようになってます。で、あとですね、はい。で、スマートウォッチの設定で、ここでね、表示と明るさを変えたりとか、スマートウォッチの動きに関するですね、設定を細かく設定するというようなこともできるようになっています。はい。でね、各アプリの設定なんかもここから変更するというようなことができたりします。はい。で、腕時計を探す。はい。こんな感じでね、連携して見つけると。どこに置いたかなっていう時に、スマホから呼び出したり、あるいはね、逆にこっちのスマートウォッチ側から呼び出すっていうこともできるようになってます。で、製品ガイド見たいなっていう時は、こちらのね、製品ガイドをタップすると、いろんなね、言語ではあるんですけども、こんな感じで、細かいマニュアルをアプリ上から確認をするということもできるようになってます。はい。で、Amazfit バランスと GTR4 のね、違いをね、見ていきたいと思うんですけれども、まずですね、レティネスっていう新しい概念が入っています。で、レティネスっていうのはこれですね、心と体の状態を数値化して表示したものになります。70切るとちょっと注意してね、みたいな警告がね、ちょっと出てますけれども、じゃあこれ何なのかというところで、体の回復はいいですよと。ただ精神の回復がね、僕ちょっと注意しないといけないらしく、起きている1時間ごとに体のバッテリーが少しずつ減り、時間が経つにつれて眠気が増していきますとか書いてあります。はい。なんかいろんななんかアドバイスみたいなものが書いてたりしますね。はい。で、要因、なんか注意ってなってますけども、睡眠 RHR、これはなんだ。睡眠時の安静時心拍数とは、睡眠中の1分あたりの心拍数です。一般的に RHR が低いほど心臓がより効果的に機能しているため、健康的であることを示していますと。基準値は 62bpm ということで、これがね、68になっているので、ちょっと危険だよと、注意してねということですね。はい、睡眠時。これもね、なんか注意されてますけれども、はい、こんな感じでね、どんな注意しないといけないのかっていうのが、スマートウォッチ上からもね、確認できるようになっています。あとですね、体組成計の機能もあります。どうやるかっていうと、アプリからこれです。この人のアイコン、体組成なんですけども、これですね。で、どうやって計測するかっていうところなんですけれども、このですね、矢印タップして、はい、そ
そうするとね、ボタンに指2本を置いてくださいって、こんな感じです。はい。そうすると計測が始まりますので、このまま少し待ちます。はい、そうすると計測されました。はい、体脂肪が 20.6、骨格筋が 27.1 キロ、筋肉少ない、水分標準、骨量標準、タンパク質少ない、BMI 標準、基礎代謝標準ということで、もっと食べないといけないですかね、僕の場合はね。筋トレもしないといけないかもしれません。それから DND っていうのがスマホのね、例えば集中モードとかに切り替えた場合に自動的にそのステータスが反映されるっていうような機能になってます。これもね、新しく追加された機能になります。で、続いてですね、僕が約1ヶ月間使ってみて感じたメリットとかデメリットみたいなところをね、お伝えしていきたいと思います。で、まずね、良かったところですね。メリットなんですけれども、これね、非常に軽くて、つけ心地がいいんですよね。なので、寝るときなんかもずっとね、一緒につけたまま、過ごしても何の違和感もなく使うことができます。で、リキッドシリコンのバンドを含めても、だいたい 52g なので、かなりね、軽いんじゃないかなと思うんですよね。見た目のデザインもね、ブラックの場合のミッドナイトの色に関してはかなりね、シックなデザインになってますので、スーツにもね、合いますし、会社員の方なんかも仕事、プライベート、両方いけるんじゃないかなというふうに思います。次にね、バッテリー持ちが非常にいいです。今ね、10日ぐらい充電してないんですけれども、まだね、41% 残っていますから、で、カタログスペックでも14日間バッテリーが持つというふうになっているので、僕はね、今比較的いろんな機能をオンにした状態でずっと使ってますが、それでもこのぐらいはね、持ってるので、かなりね、バッテリー持ちはいいんじゃないかなというふうに思います。次にね、ランニングに関する機能が豊富であったり、とてもね、使いやすく仕上がっているので、そこもね、すごく良かったなと思った点です。で、例えば、普段はね、ランニング、これでもうスタートして終わりなんですけれども、例えば10キロ走ってみようかなとか、インターバルやってみようかなっていう時も、非常にね、柔軟なメニュー設定ができるようになっていますので、この辺はね、ランナーの方には嬉しい機能が満載なんじゃないかなというふうに思います。これも、ね、非常に僕としては良かったです。で、あとね、スタートストップもボタンでできますし、はい、これでね、はい。でね、アクティビティのね、一時停止とかもボタンでできるっていうところは、僕は結構気に入ってるポイントです。どうしてもね、マラソン大会とかでゴールした時にね、ピッとなるべく正確にね、止めたいというね、ニーズあると思うんですけれども、ちゃんと対応していますので、これ非常にいいかなと思います。で、あとですね、やっぱりいろんなね、通知が受け取れるっていうのはね、非常に便利ですね。一回ね、アプリで通知をね、たくさん許可をしてあげる必要があるんですけれども、一回設定しておくと、LINE のね、メッセージの通知を受け取ったりとか、返信もできてしまうので、これはね、非常に嬉しい機能なんじゃないかなというふうに思いました。はい。でね、続いてデメリットなんですけれども、まずですね、一つ目。これね、キャッシュレス機能は搭載していません。なので、ID だったりとか、クイックペイだったりとか、モバイルスイカみたいなね、機能を使いたいと思っている人には、このスマートウォッチはね、その機能がないので、これはね、ちょっと向いてないんじゃないかなというふうに思います。で、その代わりといっては何なんですけども、会員カードをですね、登録しておくことができます。例えば、ヨドバシのバーコードを登録しておくと、いちいちね、分厚い会員カードを持ち運ばなくてもよくなるみたいな機能もあったりするので、この辺はね、非常に便利な機能なんじゃないかなというふうに思いました。で、あともう一つがですね、アプリの種類がまだまだ少ないといったところですね。独自のね、ZEPOS を使っているものなので、どうしても Google Play Store だったりとか iOS のね、App Store と比較したりすると、もちろんやっぱりまだまだアプリの数はね、少ないんですけれども、この辺はね、今後のね、ちょっと拡張を期待していきたいなというふうに思います。音楽系のアプリがね、もっと充実してくれると非常にね、嬉しいと思うんですけれども、今ね、この辺のね、リモティファイ、Spotify をリモートでコントロールできるアプリだったりとかはあるんですけれどもね、スマートウォッチ本体でストリーミングして聞くみたいな機能はまだまだないので、これからちょっと期待していきたいなと思います。で、ちょっと面白いなと思ったのがこのアマズラっていうアプリです。これね、何かっていうと、これね、テスラのですね、バッテリーの状態だったりとか、あとどのくらい走れるのかみたいなのをこう見たりする機能のアプリなんですけれども、これね、テスラユーザーの方はね、結構面白いアプリなんじゃないかなと思いました。
こんな感じでね、アプリはまだまだ少ないので、これからね、ちょっと期待しておきたいなという部分になります。はい、以上になります。はい、いかがだったでしょうか。この動画ではですね、Amazfit のバランスと呼ばれる高性能スマートウォッチのレビューをお届けいたしました。1ヶ月間ね、使ってみて、操作性もかなりサクサク動きますし、ストレスなくね、使えるスマートウォッチだなというふうに思いました。アクティビティのね、機能も非常に充実していますし、GPS のね、精度も非常に高いですし、かなりね、満足度が高いなというふうに感じました。で、デザイン的にもね、スーツにも合いますし、僕はね、日中はサラリーマンとして働いているんですけれども、これであれば全然ね、デザインも、日常使いもね、できちゃうんじゃないかなというふうに思います。はい。以上になります。このチャンネルではガジェット好きの40代サラリーマンの僕がですね、僕が気になったガジェットだったりビジネスに役立つガジェットの情報なんかを定期的にお届けしているチャンネルになりますので、チャンネル登録はまだの方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ブログもやっていますので、そちらの方もですね、ぜひ参考にしてみてもらえると嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。